皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。ハロウィンも終わり、11月に入ってしまいましたが、今日は10月末のベランダの多肉の様子をご紹介していきます。元気な多肉もいれば、夏の暑さでボロボロになり、瀕死状態の多肉もまだまだたくさんいます。今年の夏、元気だった多肉ちゃんは、このアメージンググレーズと、その上の七種のせっかちゃん、そして少しずつ色づき始めたシャーロット、その隣はフランクハイブリッドです。綺麗なロゼットのまま、なんとか暑い夏と残暑を乗り切ってくれました。そして残念だったのがこのカンテです。すべての葉が枯れてしまっていました。それでも新しい芽が出てきているので一安心。涼しくなり水やりを始めたおかげで多肉たちもぷっくりつやつやになっています。このピーチプリでは少し徒長気味のようでした。ベランダの多肉たちもずいぶん数を減らしてしまったので、今日はせっかくなのでこのピンクベラやブルーエルフをカットして増やす作業をしていこうかな。他にも増やせそうな多肉があればカットしたり小株を外して増やす作業をしていきたいと思います。このベンバディスも群生になっていたのでカットして増やしておこうかな。そして今回もまたリエールさんの多肉の土を使っていきます。まずはこのピンクベラから。ハサミを使わずピンセットで根元をつまみ引っ張るとすぐに外れてくれました。細い根が何本か出ていて、これはすぐに根付いてくれそうですね。根がついているため、このピンクベラは茎をカットせずに、このままビニールポットに植え付けていきます。一つ目のピンクベラの植え付けは完了しました。もう一つも大きめの子を選び、親株から外していきます。この子にも根がついていました。枯れた葉を取り、少し茎は長めですが、この子もカットせずにそのまま植え付けました。これで新しく2株ピンクベラのポットが増えました。本当は全部外してもいいんですが、親株の方にはまだ小株がたくさんついていますが、大きめの子をもう一つだけ外して増やしておこうかな。そして残った小株はこの外した小株たちが順調に成長していくのを見届けてからすべて取り外したいと思います。これでピンクベラの増やす作業は完了です。小株を3株外した親株ですが、また新しい小株ちゃんが出てきてくれるといいですね。お次はこのブルーエルフ。
このブルーエルフはハサミでカットしていきます。カットする前に枯葉は落としておきますね。どの小かぶちゃんをカットするかちょっと悩みますが、なるべくロゼットの大きな子を選んでカットしていきます。ちょうど茎から根が出ていたので、根が出ているすぐ下をカットしました。根を傷つけないように注意しながら植え付けました。札を刺すのを忘れずに。2つ目はどの子をカットしようかな。親株のバランスが少し悪くなってしまいますが、茎の途中から根が出ているこの子をカットしました。今年の夏は本当に暑くてお水を欲しがり、茎の途中からたくさんの根を出していましたが、これでやっとしっかり水を吸えますね。ブルーエルフの増やす作業もこれで完了です。そして親株の子株ちゃんたちも大きく成長してくれることを願うばかりです。今年の6月にご近所さんにいただいた花を覚えていますか？キバナノコギリソウって言うんですが、ドライフラワーにして飾っていますとお伝えしたところ、この前苗を持ってきてくださいました。花が咲くのが今からとても楽しみです。順調に育っていたエリザベスの石化は真ん中が枯れてしまい、端にかろうじて生き残りの子が残っていました。頑張って夏を乗り切ってくれたこのエリザベスの石化ちゃん、新しい土でまた少しずつ大きく成長してほしいな。ついている枯葉はきれいにお掃除お掃除。そして枯葉を取り、茎を見てみると、石化の茎ってなぜかこんな風に平ったいんですよね。本当にこれでよく生き残ってくれたと思うほど、とても弱々しく、扱いも慎重になります。最後の一つもとても小さくてちょっと心配ですが、これも新しい土で元気に育ってくれるといいですね。これでエリザベスの石化の仕立て直しついでの植え替えは完了です。そして最後はこの群生になっているベンバディスの小株を一つ外して終わりにしたいと思います。どの多肉ちゃんもみんなこうして枯葉をたくさんつけていました。ちなみにこのベンバディスは淡いピンク色に色づくかわいい多肉です。これから紅葉するのが楽しみです。
一番大きなロゼットの子をカットしてみました。枯れ葉を取って根が出ているか確認してみましたが、このベンバディスには根は出ていませんでした。土の上に乗せたら、これでベンバディスの植え付けは完了です。はい、ということで今日はベランダ多肉の様子と小かぶちゃんがたくさんついて群生になっているベランダ多肉たちを増やす作業とエリザベスの石化の仕立て直しをしていきました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。